ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。ホテルでの出来事だね。早速確認しよう。私は職業柄、よくビジネスホテルに滞在する機会があるものです。私は普段から霊感が強く、冷たい空気や重たい空気を感じることがあります。確かに人の気配を感じたのに誰もいない、などは、日常茶飯事で起こることです。そんな私が一番怖くて困っていることは、滞在先のホテルで起こる恐怖体験です。出先で休む場である宿泊地がそんな調子だと、仕事や体調にも支障をきたすので参ってしまいます。これはそんな私が霊の存在を強く感じた出来事です。この時もチェックインを済ませ、ルームキーをもらい部屋へ向かうところどころで、重たい空気を感じていました。まあいつものことだと自分に言い聞かせ、気づかないふりをして歩き続けました。そして自分の部屋の鍵を開け中に入るや否や、強く重たい空気を感じ、この部屋、本当にやばいかも、という印象を受けました。しかし夜になるまで部屋で仕事をするも異変はなく、単なる思い違いだとほっとして外食に行くことにしました。外食とは言ってもホテルの近くにある定食屋なので、30分くらいで部屋にまた戻ります。夜の8時くらいだったでしょうか。部屋に戻ると今までとは全く違う空気感に、鳥肌が立ってしまいました。見えない誰かが部屋の中にいる。どこにその誰かがいるのかはわかりませんが、同じ部屋の中で私を見ている感じがします。早急に終わらせないといけない仕事が残っていましたが、正直恐怖心の方が勝り仕事どころじゃありません。今までにない強い気配に、感じることはできても、目に見えない状態はこんなにも人の恐怖心を煽るものなのかと、改めて思いました。頭の中にある、霊を見てしまうんじゃないかという恐怖。後ろを向いたら、扉を開けたら、カーテンの隙間から、このままではいけない。そう思った私は、居酒屋へ飲みに行き、気を紛らわせようと思いました。それからの3時間くらいは、居酒屋に来ていた地元のお客さんから美味しいお酒を教えてもらい、楽しく過ごすことができました。完全にホテルのことは忘れていました。ところがお店も閉店の時間ということなので、重たい足を引きずるようにホテルへ戻ることとなりました。ホテルの廊下は相変わらず重たい空気で、気持ちがめげそうになりましたが、今夜一晩だけの我慢と自分に言い聞かせ、部屋のドアを開けます。すると先ほどの嫌な空気感はなく、お酒を飲みに行くという考えはあながち間違いではなかったな。と考えている自分がいました。それからは酔っていたこともあり、シャワーを浴びて転げるようにベッドで横になり、眠りにつくことができました。どれくらい時間が経っていたのか定かではありませんが、シャワーがすごい勢いで出ている音で目が覚めました。どうしてシャワーが？自分が閉め忘れたのか、と思い、シャワーを止めに行こうとするも、足がすごく重くて動きません。視線を足元へ向けると、青白い腕がベッドの下から伸びて、私の両足首を掴んでいたんです。無我夢中で足を動かし、掴む手を振りほどいた私は、気の幹のままで廊下へ出て、その勢いで必死にフロントまで走りました。部屋を変更してもらうべく交渉しようと思いましたが、そこにはなぜか誰もおらず、仕方なく車の中で朝まで過ごすことにしました。夢なのか現実なのかよくわからない出来事に、自分でも驚くほど動揺してしまい、しばらくの間震えを抑えることができませんでした。自分の足首を再度確認してみると、誰かが掴んでいたという証拠がくっきりと、青あざになって残っていて、再び恐怖心が蘇りました。それからはあまりにも気配の強い宿泊先には泊まらない。または遠慮なく部屋を変更してもらうよう、気をつけています。お酒を飲んできたことで、部屋の嫌な気配が消えたって安心したのに、夜中に激しい水の音で目が覚めるのって、自分で閉め忘れたわけではないのに、シャワーが勢いよく流れている。さらには、体が硬直して動かない。ただでさえ怖いのにベッドの下から手。何回気絶しても足りないよ。悪夢のようなループだな。この部屋で過去に何かあったってこと？くっきりと青あざが残るほどの強い力だ。強烈な未練や苦しみを持って亡くなったんだろう。フロントに誰もいなかったのも不気味だね。それはたまたまだったかもしれないが、現実世界と一時的に遮断されていた。
そう考えるのもありかもしれないな。これは私が大学生の時に、某有名ホテルで配膳のアルバイトをしていた時の話です。その日の仕事も終わり、もう夜も遅かったため、一緒に上がった、仲の良い女の子、A さんと、駅まで帰ろうということになりました。ホテルの配膳事務所は地下2階にあり、帰るには事務所から一本道の狭い廊下を抜け、小さなホールからエレベーターに乗る必要がありました。その廊下とホールというのが明かりに乏しく、壁もコンクリート打ちっぱなしで、朝夕関係なく常に薄暗くてなんとなく、気味が悪かったことを覚えています。私たちが廊下を抜けてホールに出ると、ちょうど開いていたエレベーターの扉が閉まり始めたところで、押しボタンがある側に逆行気味の人影が見えました。扉の横のスペースに隠れて、体が半分見えている格好です。このエレベーターは従業員の利用頻度が高いせいか、一度上に行くとなかなか戻ってこないと有名でした。そこで早く帰りたかった私たちは、エレベーターから漏れる光に向かって走り出しました。人が2人も走ってきているのだから、開けて待っていてくれてもいいのに、心の中でそう悪態をつきながら、なんとかボタンに手を伸ばしました。一瞬扉が完全に閉まりましたが、ギリギリで間に合ったらしくすらりと扉が開きました。目の前がパッと明るくなり、私たちは急いで乗り込みました。乗り込んだエレベーターで一息つくとともに、あれと思いました。中には誰も乗っていません。人影は私の見間違いだったのかもしれない。逆行気味の黒い影が見えただけで、顔もわからなかったのだ。ただの見間違いだろう。何より、人が2人あんなに走って乗り込もうとしているのに、開けて待っていてくれないはずがないじゃないか。私はそう納得して、エレベーターの1階ボタンを押しました。ほどなくしてエレベーターは動き出し、薄暗い地下からすっと上に引き上がる感覚がしました。ぼーっと上の階へ移動する表示を眺めていると、A さんがぽつりと漏らしました。ねえ、さっき誰かエレベーターにいなかった？そう、誰かいたはずなのです。そのことで頭がいっぱいだった私は思わず、だよね、と答えると、二人でパニックになりました。エレベーターが地上に着くまでとても長く感じました。これ以上その話をすれば、もっと怖いことが起こってしまうのではないか。不安と恐怖で震えながら、黙ったままひたすらに、扉が開くのを待ちました。ようやく1階について走りながら話を聞いたところ、A さんも私と同じような人影を、エレベーターの中に見ていたそうです。口に出さない方がいいと思っていたけれど、不安でしょうがなくなって喋ってしまったとのことでした。後から考えれば、私たちの前に、事務所の外へ出たスタッフはいません。エレベーターを降りてから事務所までは一本道なのに、その間誰ともすれ違っていません。つまり、あの小せわしいエレベーターは、地下2階へ降りてくる用事がないにもかかわらず、乗り手が車で扉を開けていたのです。この話を先輩にしたところ、ホテルではどこもこういった出来事が多く起こるのだそうです。私は社会人となり、アルバイトをしていたのは、もう10年近く前のことになります。たまにホテルのバーやレストランへ食事に行くこともありますが、そのホテルだけはなんとなく足が向きません。当時の恐怖を思い出してしまうので、一人で乗るエレベーターは今でも苦手です。閉まりかけたエレベーターの中に、人影が見えたら、私はもう使わないかな。語り手たちが急いで乗り込んだら、中には誰もいなかったという奇妙な現象だ。どうして地下を目的地にしてたんだろう。もう少し考えてみてよ。誰も乗っていないカゴの中に、逆光の影という疑似的な存在を配置する。早く帰りたい人間の焦りをついて、急いで乗り込ませようとしたんだ。ホテルなのも大きいのかな？それもありそうで、多くの人が行き交う場所では、移動手段そのものが霊的な通り道にもなり得るぞ。これは僕がまだ学生だった頃ウイスキー好きの友達 S と、本場のスコッチを飲みにスコットランドに行った話。
ある日 S と酒飲んでると、S が急に、スコットランド行かない？本場のスコッチ飲もうよ。って僕に言ってきた。S は昔から突拍子もないことをいきなり言い出すので、もう慣れててまた始まったよと思いながら、金貯まったらな、って少し呆れたような声のトーンで返した。すると S は、今日からバイトして来年行こう。って言ったので、それから二人で学校サボったりして、バイトしまくって1年後にはなんとか、行くことができた。ちょっと贅沢に3泊4日だ。飛行機に乗ってる間も、S はすごく嬉しそうに、旅行の雑誌などを広げてて、僕もテンションが上がってた。スコットランドに着いて、まずホテルに行った。ホテルはコテージのような場所で、僕は11号コテージ、S は13号コテージになった。それから夕食まで4時間ぐらいあるので、S と散歩した。川沿いを歩いてると、一軒の古民家にパブの看板が出てて、そこで飲んでからホテルに戻ることにした。そのパブは雰囲気が良くて、中に入ると、5人ぐらいのお年寄りの方が飲んでいた。僕らも席について、燻製を口に入れて、ウイスキーで流し込んでいた。そして時間になったので、二人でホテルに戻って夕食をとった。夕食はスコッチ、ブロスだった。僕と S はそれを食ってウイスキーをたらふく飲んで、各コテージに戻った。S は恐ろしく寝つけが良くて、いっぱい飯を食って酒を飲んでとっとと寝るやつだった。僕はその時不眠症だったので、そんな S が羨ましいなと思っていた。しかし次の日食堂で見た S は、目の下に大きなクマを作っていて明らかに寝不足だった。しかもいつもはいっぱい食べるのに全然食べなかった。さすがにおかしいと思って S に、なんかあったって聞いた。いや実は、昨べ妙なことがあって。S はいささか控えめに語り始めた。妙なこと？昨日の夜、いつものように、ベッドに潜って簡単に寝入ったんだけど、夜中なんとなく胸が苦しくなって目が覚めたんだよ。で、長い付き合いだが、彼からそんな話を聞くのは初めてだ。ここ10年ぐらい、夜中に起きたことなんて、まずなかったんだよね。そりゃそうだろ。お前に限ってそんなことはありえん。よくわかる。僕は少し茶化しながら大きくうなずいた。部屋の入り口の電気がついたままだったから、まだ夜中ってことはわかったんだ。それでまあ珍しく夜中に目が覚めたし、水でも飲みに行こうと思って水飲みに行ったんさ。それで立ち上がろうとしたら、なんと立ち上がれないんだよ。どういうこと？俺が聞きたいよ。多分金縛りってやつなのかとそん時考えてたんさ。そしたら布団のない隣のベッドの、マットレスが凹んでったわけ。凹んでいくって？言葉の通りよ。そっから凹みが大きくなって人型になっていったんさ。僕は S の話に聞き入っていた。S は続けて。その人型が、俺の方に近づいてくるんだよ。そしてマットレスの端に来て、だんだん凹みがなくなっていて、全部なくなった瞬間。僕の胸の上あたりが急に重くなったんだよ。すごく嫌な息苦しさだったよ。すると透明人間みたいなのが、S の上に乗っかってきたってこと？そういうことなんだろうね。俺もようわからんからな。僕は怖い話だなとは思ったけど、多分旅の疲れと、昨晩の酒の飲みすぎによるものなんだろうなと思って、S の話を聞き終え、その話は終了した。朝食を食べた後どこかに出かけようと思ったけど、S が眠そうなのでこの日は一日寝て、明日に備えることにした。夕食の時はもうすっかり元気を取り戻し、元気な S がいて僕は安心した。次の日朝からコテージの呼び鈴が鳴ったと思ったら、興奮した S がいた。何事かと思って扉を開けたら S が、キノコのミステリーサークルが窓の下に、と寝ぼけている僕の手を引いて13号コテージまで連れて行き、そのミステリーサークルを見せた。そこには傘の大きさが5センチぐらいのキノコが、1メートルぐらいの円を作っていた。僕は偶然だろっと S に言ったが、内心は昨日の件といいやばいんじゃないのかと思っていた。そしてその日もスコッチを飲み倒し、迎えた最終日。まだ帰りの飛行機まで時間が結構あったので、S が僕にまた散歩に行こうと話した。今回は森の方に行ってみることにした。S は初めての場所であるのに、まるで何かに引き寄せられるように森を進んでいった。僕は S に引き返そうと言いたかったけど、
S の雰囲気が少しおかしい感じがして、話しかけられなかった。そのまま黙って森を進み続けると、古い城の残骸のようなものを見つけて S はそこで静止した。残骸といっても4階建ての、城の建物そのものは、まだきっちり残っていて、窓や入り口の扉や窓が、ドクロのようにぽっかりうつろな感じで、目や口を開けてるような状態だった。僕は突然背中のあたりがぞくりとした。全体の佇まいが、視覚的な情報じゃないところから、やばいと直感させられたからだ。僕は S に引き返そうと話した。しかし S は黙って中に入っていってしまった。置いて帰ろうと思ったけど S が心配だったから、僕は中に入らないで外で待っていることにした。待ってる間、城の写真を撮ろうとデジカメを取り出し、写真を撮った。しかしなぜかシャッターが下りないのである。まだ買ったばっかりなのに壊れたかな、とか思って諦めた。それから1時間ほど経ったが、S が一向に帰ってくる気配がなかった。そろそろ飛行機の時間になってしまうので、意を決して中に入ることにした。中に入ると洞窟の中のようなひんやりとした感覚がした。少し進むと笑い声がして、多分 S の声だと僕は思って、その声の方に行った。奥の方に行くと S が鏡の前で一人で笑っていた。僕は少し不気味に思ったが、S が脅かそうとしてるのだと思い、帰るぞ、と言った。そしたら S はピタリと笑うのをやめ、僕の名前を呼びすぐ出るよと言った。僕は少し違和感を覚えた。具体的に言うとそれは見た目や声は完全に S なんだけど、別人のような感じがするというものだった。そしてそれは帰りの飛行機で確信に変わった。旅の思い出話を僕からすると相槌を打つんだけど、自分からは絶対に話さない。さらに質問風に聞くと明らかに機嫌が悪くなり、僕を睨みつけ、寝てしまった。僕はそれで S は別人になったんだと確信した。それで帰国してから S は今まで通り生活をしていた。S の親も友達も S に違和感を感じてないようだった。でも僕は確実に S が別人になったと気づいている。それからは S とは疎遠になっている。そして、時はだいぶ進んで僕ももう就職した後の話なんだが、この話をオカルト好きの同僚にしたら、大層興味を持ってホテルの13号コテージに、間もなく行ったんだが、帰国して僕に、13号コテージなんてなかった。もう取り壊したのかと思ってホテルの人に聞いたけど、そもそもそんなもの存在していたことすらないって言われたぞ。お前らどこに泊まってたんだと聞かれた。僕はおかしいと思った。僕と S の、撮ってきた写真には、ちゃんと13号コテージは写っているのだが、隣のベッドが勝手に沈み込んでいって、胸の上が重くなる金縛りに合う。海外の階段って感じじゃない？しかも、それだけでは終わらなかったようだ。窓の外に奇妙なキノコの輪が現れるし、森の奥の廃城のような場所へ引き寄せられた。奥の鏡の前で一人で笑ってたって不気味すぎるよ。語り手さんは彼が別人になったって確信してたね。友人の魂は、ベッドでの金縛りの時に、すでにマーキングされていたんだ。森の廃城に宿る強大な悪霊によって、肉体を完全に乗っ取られてしまった。他の人は特に何も感じてなかったね。完璧に彼の記憶や日常を模倣していたんだろう。後から同僚さんが現地に行ったら、最初からそこが存在しなかったって。じゃあ彼はどこに泊まってたの？まあ、語り手も見ているわけだしな。幻の異空間。と乱暴に片付けたくもないが、境界線に迷い込んだ証拠となる写真もある。後日談が気になるお話だね。宿泊施設って私たちが思っている以上に、危ない場所なのかもって警戒しちゃった。見知らぬ土地の部屋のドアを開けるときは、すでに先住者がいるかもしれないと用心だ。これから先、みんなが泊まる予定の、施設が安全であることを願っておこう。いっそ眠りが深ければ。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。